チェケラともいて14です。今回はね、びっくりなんですけど、突然ね、バランス調整が来ました。こちらね、でもね、本当に来てほしかった調整なんですよ。一緒に見ていきましょう。順番ね、いろいろあると思うんですけど、今回は4種類 HP がね、バランス調整で変わります。これがね、ずっと言われ続けていたところにも関係するので、軽く見ていこうかなと思います。はい。というわけでこちら、スーパードラゴン、ついに HP が減ります。全レベルで、下がるわけなんですけども、もともとね、一番高いレベルで見ていきましょうか。HP7000 のね、今現在スーパードラゴンって HP7000 なんですけど、HP がこれ6700ということで、300ね、HP が落ちるというところで、300は結構大きいナーフかな。シンプルにね、他のところは全く変わらないんですけど、HP だけが変わるというところで、とりあえず HP が高すぎるっていうのがこのユニットのね、強すぎる要因だったと思うので、とりあえず300で様子見るっていうところなのかなと思います。それでも結構強い気はするけど、それでもなんだろうな。ゴリ押し性能としてはさすがに300も落ちたらちょっとは変わると思いますね。DPS ね、300分も1体につきね、なんか今までだったら倒さなきゃいけないところをね、1人、大体6体編成とかなんでね、合計で HP が1800ぐらい、2000ぐらいかな、HP トータルで。2000近い HP が編成トータルでね、落ちてるってなると、さすがに、どうだろうな、でも全然強いと思うけどね。刺さる配置には今まで通りいつもみたいにね、バーっていってバーって取れると思うんですけど、それでもなんだろう、競ったところとかでよくわかるんじゃないかな、これは。前のドラドラとかのドラゴンライダーの調整とかも、なんだろう、圧倒的な配置に対しては結局変わらないんだけど、競ったところでドラゴンライダーが前に出てくるからちょっと変わるようになったよねみたいな感じで若干弱体化になったねっていう風潮で結構ドラゴンライダーとかインフェルノドラゴン、インドラスケルトンとかも使用率が明らかに減った時期があって、そういうのを考えるととりあえず300っていうのは様子見たいかなって感じかな。とりあえずスーパードラゴンで雑にいっても全回取れるっていう環境がね、治ればいいかなと思います。続けてこちら、ドラゴンライダーですね。ドラゴンライダーレベル2とレベル3で HP の弱体化が入っております。今まではね、HP が4900だったところが4700ということで、HP が200弱体化入ってるわけなんですけど、やっぱりね、言うてもクイヒードラゴンライダーっていう戦術がね、一番使用率が高かった。去年1年間でトータルで途中から出たユニットにもかかわらず全開率が高く、使用率も高かったっていうところで、ドラゴンライダー何回か、ナーフは入ってるんですけど、今回も入っていくと。ドラゴンライダーってね、そうだね、ドラゴン系の戦術だと、ドラドラだったり、インドラスケルトンだったり、あとは今、スニゴブドラゴンライダーバットみたいな感じでね、ドラゴンライダーだからできることだったり、あとはラバルに1体混ぜたりとか、使用のね、頻度も高く、ドラゴン系だったり、クイヒラバルとかの援軍に入れられたりとかね、スーサイドラバルの援軍に入ったりと、ドラゴンライダーもシンプルにユニットで見た時の単体性能が高かった、HP 高いよねこいつっていうところで、HP の弱体化が入っていると。でも今まで通り普通にうまい使い方をすればうまい全開は結局ね、ドラゴンライダーの HP の高さっていうのを生かしてね、全開は取れると思うんで、割と妥当な弱体化かなと思います。これでも全然強いと思います。続けて一気に見ていきたいんですけど、迫撃砲とウォールレッカー、こちらバスターですねの HP がこちらは逆に上がっていくと。さすがにね、そうだな、バスターって今まで誰も使ってないと言っていいぐらいの使用率だったじゃないですか。まともにちゃんとした大会で使ってんのってうちのクラウスがたまにスーサイドラバルにぶち込むみたいな感じの使い方だけだったし、世界的に見てもタウンホールを取りに行くっていう形を突撃艦よりもバスターの方が安定だよねって時に使ったりみたいな時しか使われないんでね。HP がなんと今回6500から7000ということで一気に7000もアップするんですよ。でもね、言うてもバスターはバスターなのよ。バスターはバスターだし、兵器を使ってしまうことには変わりないので、HP が500増えたから、バスターめちゃめちゃ使いたいですっていうことにはなかなかならないかな。戦術的にもなんかバスターじゃないといけない戦術をやらなきゃいけないっていうところで、戦術としてバスターを使えなきゃいけないんですよね。シンプルにでもバスターをでもいいんじゃないっていう可能性はね、上がるかもしれないですね。なんだろう。
ヒーローパートに一緒にぶち込んでバスターラバルみたいなのも、うん。ログランチャーが出る前は結構あった戦術だったりはするので、まあその辺が若干、もしかしたらまた出てくるかもしれないんですけど、結局言うてもバスターはバスターよ。うん。まあでも、許可しといていいんじゃないですか。はい、続けてこちら、迫撃砲なんですけど、なんとね、レベルマックス14レベルでは、昔は1250だった HP が1600まで上がるということで、HP 一気に350も上がりましたね。これはね、シンプルにね、タウンホール14じゃなくて、タウンホール10の段階から HP がガガガガッと上がってますね。タウンホール10でも11でも12でも13でも全てのレベルが上がるみたいです。まあ、レベルがマックスになった場合だと、バルーンプラスガーゴイルとかバルーンプラスアーチャーで迫撃砲を潰すみたいなね、ことがあったと思うんですけど、さすがにこれじゃね、厳しくなってくるので、結局バルーン2体が必要になったりとか、まあ、迫撃1個潰すのにバルーン2体ね、6枠で良かったところが10枠必要になったりっていうところで、まあ若干めんどくささは増えましたかね。あとはシンプルに迫撃砲ってこれ、新兵器、フレームシューターからの射程的にね、同じ射程で戦える防衛施設なので、まあ、結構最近迫撃砲の重要度って上がってるわけなんですけど、これは確定数落ちたりするんかな、フレームシューターの。耐えれる数が増えたりしてるんかな。そんなわけないよな。結局あれって一発でやられないよな。2発だよな。じゃあ変わんないよな。うん。まあでももしかしたら一発フレームシューターにぶち込む回数が増えてるかもしれないですね。若干耐えれる秒数が増えたので。ちょっとこの辺はまだわかんないんですけど。まあ言うてね、ちょっとめんどくさいよね。この迫撃砲の HP アップ。ちょっとだけめんどくさいね。うん。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思うんですけど、まあ、ついにね、スーパードラゴンに弱体化が入りました。HP 弱体化。まあ、300というところでね、これがどれほど影響するかわかんないんですけど、結構弱体化入るときに300って結構大きめの弱体化のうちではあると思うんで、まあ、これで一旦様子見ですね。まあでも強いのは変わんないと思うんだよね、正直。スーパードラゴンっていうユニットそのものが強いんで、結局ドラゴンライダーもいい感じの弱体化をねされたわけなんですけど、今も結局強いじゃないですか。それと同じで強いことには変わりないと思いますよ、スーパードラゴン自体は。うん。ただなんだろう、やっぱり競った時とか最後の終盤の伸びみたいなのがね落ちてきて、結局ね編成はねヒーローが止まらないっていうところもあると思うんでね、まあとりあえずでもなんかみんなの意見っていうか、民衆の民の意見としてスーパードラゴンの HP 落とすべきだってみんな言ってたし、僕らクリエイター陣もねちょっとさすがにこれ強くないって言い続けてたと思ってたので、まあ、そこを対してね結構最近のクラクラのスーパーセルの運営の方は割とその辺の意見って取り入れてくれてる感じがあるんでね、まあ、バランス調整に関しては割と早めに弱体が来てくれて嬉しいなって感じですね。うん。これでね、スーパードラゴン一辺倒だったクラン対戦も少し他の編成が出てきたりとか、いろいろなね、編成でね、全開というか、攻められる回数も増えてきたらちょっと嬉しいなと思います。この HP300 でどれぐらい変わるかわかんないんですけど、皆さんの意見ね、結構変わりそうとか、わかんないかもね、みたいなね、ところあれば、ぜひコメントで教えてください。というわけで今回こんな感じでと思います。チャンネル登録お願いします。次の音でしましょう。さよなら。